こんにちは。この動画は趣味でフリーCADを使っている方や 3D プリンタで何か作ってみたい方向けの動画です。人によっては初心者向きにも上級者向きにも感じられると思います。つまらない、役に立たないなど批判的に感じる方が多いと思いますので、そういう方はブラウザバックしてください。よろしくお願いします。今回は座標系の初歩1ということで、座標系の理解しづらい部分の話をしていきたいと思います。一つの動画で終わらなさそうなので何回かに分けようと思います。設計思想や設計スタイルの考察も踏まえた上で座標系という概念を見ていきたいと思います。あくまで基礎的な話しかしません。眠くなったら動画をつけっぱなしで寝てください。多分睡眠用動画です。では始めましょう。さて、座標系の話の前にフリーCADの設計スタイルについて考えてみてください。フリーCADの基本的な設計スタイルは複数人数で共同設計することを前提としています。1ファイル1部品という単位で作ります。複数人で作った複数の部品をアセンブリ機能を使って組み立てるという設計スタイルです。仕事として複数人で設計する分には非常に有効な設計スタイルだと思います。ただし個人の趣味として 3D プリンタで何か作ってみたいという方には全く向いていない設計スタイルです。あくまで個人レベルの小規模設計を行う場合、1ファイルで複数の部品をまとめて設計すると思います。わざわざアセンブリ機能を使うことはまずないでしょう。自分が作ったものをアニメーション動画にしてプレゼンしたいという目的ぐらいしか使い道がないです。さて、1ファイルで複数の部品をまとめて設計する話ですが、問題になるのが部品同士の依存関係です。例えば部品 A が移動したら部品 B も移動させたいというような部品同士の位置や角度の関係性です。こういうケースに対してどう設計していくのがベストか考えてみてください。そこで考慮が必要となるのが座標系という概念です。小難しいことは置いといて簡単な例を見てみましょう。例えばヒンジのような可動部分がある部品をサクッと作ってみました。わざわざ部品一つ1ファイルにしてアセンブリ機能で組み立てとか面倒なことをする必要はありません。個人で作る分には1ファイルに複数部品をまとめる方法で十分です。ただし注意が必要です。それが座標系の話です。ヒンジの2枚の板がくっついているように同時に動いています。回転も移動もちゃんと連動しています。それでいてヒンジの板は個別に開閉できます。これを実現するには座標系を理解する必要があります。どこを軸に回転するのか、どうやって複数オブジェクトの回転移動を連動させるかという話です。もう一つ例を挙げてみると、ミニ四駆でも車のラジコンでもいいです。シャーシを回転移動すると当然タイヤもシャーシに連動して回転移動しますよね。でもタイヤはタイヤ独自で回転します。どのオブジェクトを基準として回転移動するのか、それをどうやって実現させるかという話です。前に依存関係グラフの動画を作成したのですが、まさにこういうオブジェクト同士の関係性を確認するための機能です。当動画だけではいまいち実感が湧かないと思いますが、今後は多分依存関係グラフを使って説明する予定です。依存関係とか気にせずになんとなく適当に作っている方が多いのではないでしょうか。そんな方へ少しだけ理解を深めるきっかけになればいいと思っています。では話を進めましょう。さて、背景で三角形と四角形と五角形がぐるぐる回っています。この三角形、四角形、五角形とも自分自身の座標を持っています。自分自身の座標をローカル座標と言います。アッセンブリー4を使ったことがある方は実際にローカル座標系を使ったことがあると思います。五角形のローカル座標系は四角形を基準とした座標系です。四角形のローカル座標系は三角形を基準とした座標系です。三角形のローカル座標系は三角形のボディを生成するときに自動的に作られるローカル座標系を基準とした座標系です。三角形のボディを生成するときに作られるローカル座標系は三角形のボディに紐づく座標系です。三角形のボディはグローバル座標系を基準としています。今の説明で理解できましたか？座標系の関連性を分かっていないと説明についてこれなかったのではないでしょうか。
まず最も基本的なグローバル座標系とローカル座標系について話していきます。 3D 空間全体の基準となる座標系をグローバル座標系と言います。ローカル座標系は三角形、四角形、五角形それぞれ独自の座標系です。ですが三角形、四角形、五角形はローカル座標系を2つ持っています。一つはボディを作成するときに勝手に作られるローカル座標系原点です。もう一つは必ず基準となる座標系親の座標系を持つローカル座標系です。一つ目のローカル座標系原点は座標系にもかかわらず座標の値を持っていません。二つ目のローカル座標系ローカル CS はボディの中に作成してもそのボディとは関係なく独立しています。今の話についてこれましたか？なぜローカル座標系が2つもあるのか？原点は座標系にもかかわらず座標値を持っていないのはなぜか？ローカル CS はボディの中に作成してもそのボディとは関係なく独立しているのはなぜか？今までフリーキャドを使ってきて疑問に思ったことはありますでしょうか？なんとなく適当に設計している方は疑問点を整理してみてください。さらに追い打ちをかけて話のネタを投下します。現在三角形のスケッチのパラメータを開いています。ここで座標が書かれている項目が2つあります。アタッチメントオフセットとプレースメントです。なぜ2つも座標の項目が存在するのでしょうか？続いてスケッチのアタッチメントオフセットの角度や位置を変更してみます。ちゃんと角度や位置が変更されてますよね。ではプレースメントの角度や位置はどうでしょうか？角度や位置が変更できないようになってます。無理やり数字を入力しようとすると微妙に動こうとしますが結局設定できません。なぜプレースメントの角度や位置は変更できないのでしょうか？なぜ変更できないようなパラメータが存在するのでしょうか？今度は三角形のボディを見てみましょう。プレースメント項目しかなくアタッチメントオフセットは存在しません。なぜ三角形のボディにはアタッチメントオフセットが存在しないのでしょうか？ではプレースメント項目の角度や位置を変更してみます。三角形の角度や位置は正常に変更されます。しかし三角形の座標系に紐づいている四角形五角形は三角形の角度位置に連動せず動きません。さてなぜでしょうか？続いて五角形のローカル CS を見てみます。五角形は四角形の座標系を基準としていますよね。位置を変更すると四角形からの相対位置に座標が移動することが分かります。位置を0にすると四角形の相対位置が0となり重なります。では今度は角度を変更してみましょう。変更すると自分自身が回転します。四角形を基準とした座標系のはずなのになぜ自分が回転するのでしょうか？四角形の周りを回るように回転するはずですよね。疑問点をいろいろ挙げましたが内容は分かりましたか？プレースメントとアタッチメントオフセットの違いは何なのか？アタッチメントオフセットは変更できるのにプレースメントを設定できないのはなぜか？ボディにプレースメントしかないのはなぜか？なぜ三角形の座標系に紐づいているはずの四角形五角形は三角形を回転移動しても連動して動かないのか？なぜ基準となる座標系の移動は正常に動くのに回転は基準となる座標系の周りを回転しないのか？なんとなく動いたから OK ではなく疑問点として整理していますか？さらにおまけのネタを投下してみましょう。三角形四角形五角形のボディにそれぞれラベルを貼り付けています。ぐるぐる回転してもラベルはちゃんとボディに追従して動いています。さらにラベルは常に視点を向いています。特殊なプラグインは使っていません。ウプ主が作ってみたものです。どうやって作られているか分かりますでしょうか？これは分からなくてもいいですが座標系を応用するとこんなこともできますというサンプルだと思ってください。ウプ主が試してみた限りではローカル座標系からたどってスクリーン座標系まで取得できることは確認しました。興味がある方は試してみてください。プラグインの開発とかに使えるかもしれません。
さて、長々と疑問点だけ挙げましたが、今回はここまでとします。今後この動画で挙げた疑問点に対して何回かに分けて解説動画を作る予定です。賛否両論あるかと思います。知る必要がない、興味がないという方も多いと思います。対象としている方はあくまで個人の趣味としてフリーCADを使っている方、3D プリンタで何か作ってみたいという方向けです。その辺はご了承ください。では当動画は以上とします。ご視聴ありがとうございました。